こんにちは。本日は新武器についてです。実は私は12月12日から新武器のテストを裏でやってました。通常の PTR プレイヤーが入る PTR サーバーは新武器実装されてなかったんですが、一部のコアプレイヤーにだけは運営から連絡があって、情報秘密だよっていう契約を結んでテスト実施してました。この機密契約結んだこと自体も外に出しちゃダメだよってことで、私も誰がこのテストに参加したのか知らないです。で、英雄の城にいるんですけど、ここだと誰も他のプレイヤーいなかったんで、おそらく人数は割と絞ってたみたいですね。で、12月14日から通常の PTR サーバーにも、この新武器のジャベリン武将が実装されることになったので、晴れて私も情報が出せるようになりました。ということで、早速新武器ジャベリンの概要を説明していこうと思います。見た目はこんな感じです。特徴はもちろんこのでかい盾ですね。女キャラだとこんな感じです。結構いいと思います。武器の性能なんですが、これはエピック設計図の懐中版ですね。今ね、一番強いやつ。で、一つダメージ値はだいたいパイクとかスピアと同じぐらいですね。波高値はさすがにパイクやスピアより低いです。だいたい波高値はショトボと同じぐらいですかね。で、攻撃は主に1つと打撃になってます。で、気になる武器なんですが、なんと、これ中国なんですが、中装になってました。エピック防具の効果も一応わかるんですが、一旦後回しにしておきます。はい、じゃあ実際に動かしてみます。歩くとこんな感じ。走るとこんな感じです。今までよりカメラが後ろに下がったんで、足遅い感じしますけれども、足の速さは他と一緒だと思います。に、縦構えられます。右クリックですね。で、ガード中に攻撃できます。ソロシと同じタイプですね。で、通常ステップというか、回避を押すとローリングになるんですが、縦を構えているときはローリングではなく横ステップみたいな感じになりますね。これはステップ中もガードができます。最初に通常攻撃です。通常攻撃は4段ですね。ゆっくりやります。はい、この4発目のジャンプ攻撃のところですね。これは、制御無効効果があります。この4段目は、盾を構えてステップさせた後通常攻撃を打つと4段目が一発目で出ます。かかしに打ってみますね。この気になるゲージはこれは土器ゲージですね。攻撃するごとに溜まっています。ダッシュ攻撃は4段目ではないんですけど、それっぽいやつですね。ジャンプの途中からもう攻撃パターンありますね。
はい、最初のスキルです。これは10立て半撃、日本語名ですね。で、クール16秒、2段攻撃になっていて、自分のスタンとノックダウンを解除させつつ、敵にはスタンを、与えることができます。で、当てると、5秒間自分のブロック値の回復量が、2倍になって、1匹当てるごとに土器が30増えます。たまりますね。こんな感じですね。16秒ちょっと長いですね。足に当てるとこんな感じ。はい、次のスキルは日本語名だと不屈のスイープってスキルです。クールは16秒、2段の攻撃になってます。敵1人に当てるごとに土器が30溜まります。打ってみます。ちょっとさっきのスキルよりも範囲が広い感じですね。かかしに打ってみます。はい、次は槍投げスキルです。これクール8秒ですね。で、1人に当たるたびに土器が30増えます。こんな感じですね。押して離すと飛んでいく感じです。これを押してる間はこれ敵の攻撃はガードで立て構えてるのでガードできます。何体か貫通するみたいですね。で、このスキルは馬上でも使えるんですけど、ちょっと馬上の時は注意があって、横に走りながらだと打てないですね。あと、後ろに走りながらとかでも構えはするんですけど、打てないです。こんな感じでスキルがキャンセルされちゃうので、横に走っててもいいんですけど、打つ瞬間だけちょっと前を向いてあげないと不発します。なので構えてもちょっとジャンプして前ちょっと見て投げるみたいなことをしないとダメですね。これは強いと思います。次はこれスパルタンキックですね。これは土器が溜まってる時しか打てないスキルで、クールタイムは5秒。土器のマックスは、3になりますね。なんで打てて3回までって感じです。で、こんな感じで蹴りを繰り出して、かなり威力の高い範囲攻撃になってます。あとこのスパルタンキックは敵に当てると敵が吹っ飛んでいって、その吹っ飛んだ敵に当たった敵にもダメージを与えるっていう効果があります。でやってみます。めちゃくちゃ気持ちがいい。でもこれ敵が死んでしまうと吹っ飛ばないので、戦場だと結構敵兵がすぐ死ぬのであんまり吹っ飛ばないですね。武将はよく吹っ飛びます。スキル説明したので次はルーンの説明です。1つ目は、スパルタンキックのルーンで被ダメージが 30% 減るかつ、
制御無効ですね。2つ目が、槍投げのターゲットが1増える、1貫通するってことですね。1貫通ターゲットが増えると。で3つ目はステップのスタミナ消費が 25% 減ります。一番上がほぼほぼ必須じゃないかなと思います。次にジャベリン武将のエピック防具の説明です。2セット効果は防御が成功した時に最大 HP の 2% 分 HP が回復する。で、3件のところ同じですね。で、4件のところ、4セットのところはスパルタンキックした時のターゲットがプラス1ってなる、効果です。必要なのかどうかはちょっとまだよく分かりませんね。では最後に甲状腺で遊んできたので、その様子をお送りしたいと思います。準備進行，全员列阵，挥手。我方撞车正在推进。我方撞车正在推进。我方撞车准备撞击城门。我方撞车准备撞击城门。第一滴血。前方外城门已被摧毁。进攻，跟上我！三魂出鞘！集结作战，准备阵型。全员列阵！三魂出鞘！探囊取物！探囊取物！准备阵型！无关尔等，插标卖首！回复我！武圣降临！我山西盖世！骑马山西，气盖世！集结作战，全员准备阵型。全员列阵！我山西，气盖世！
接作战。Efendimiz'i onurlandıracağız.はい、いかがでしたでしょうか。この武器が強いのか弱いのか、
一応私が思うところはあるんですが、ここでは言わずに運営さんにだけフィードバックしておきます。せっかく数シーズンぶりの武器なんで皆さんワクワクしてると思うので、ぜひ自分でプレイして確かめてもらえればと思います。一番なのはですね、キックがもうちょっとちゃんと吹っ飛んでくれればいいんですけど、不具合なのか何なのかちゃんと吹っ飛んでくれないんですよね。そこだけなんとかしてくれれば非常に楽しい武器なんじゃないかと思います。ということで皆さん、もうすぐ来る新武器、新シーズンでエンジョイしましょう。それでは。